移動手段の選び方は多くの人にとって永遠のテーマです。鉄道の最安値ルート、そして高速バス、どちらが本当に速く、そして安いのか。舞台は東京駅。日本の鉄道網と長距離バス網が集中する移動の起点です。今回の比較区間は東京駅から栃木県佐野市の佐野駅まで。そして比較対象はシンプルに円と分、すなわち総支払額と所要時間です。果たして結果はどのようになるのでしょうか。それでは東京駅から佐野駅、鉄道最安 VS 高速バス経営の検証をしていきます。はい、鉄道最安値ルートを担当するエネリーです。早速検証スタートのはずが、あれ、東京駅で待ち合わせの BB 長老がいない。長老、もしや駅弁売り場で迷子ですか？本当は同時出発したかったんですけど、タイムテーブルは待ってくれません。ということで私先行で出発します。長老を追いつけるかな？まずは乗り場へ直行。目指すのは東京メトロ丸の内線乗り場、最安ルート。ここから滑り出します。10時24分発、池袋行きに乗車します。丸の内線は本数が多いので待ち時間のブレが小さいのが利点。ここはテンポよく行きますよ。お隣の大手町駅にわずか1分で到着。ちなみに東京駅から大手町は地下道でつながっていて歩ける距離。着いたのは同じ大手町駅。ここからは千代田線ホームにスイッチ。次に乗るのは10時32分発綾瀬駅。ところで BB 長老は無事にスタートしたんでしょうか。長老、聞こえますか？鉄道は先行にギリギリを目指します。長老、追ってきてくださいね。それでは千代田線に乗車。 JR 線はお乗り換えです。やってしまった。寝坊じゃ。目覚ましをスヌーズしすぎたわい。この辺りでエネリーと待ち合わせだったんじゃが姿が見えん。どうやら先に発車したようだ。若者はフットワークが軽いのう。だが最終的に勝つのはバスの直行力。見ておれ。よし、わしもスタート地点へ向かう。丸の内線乗り場を目指す。まずは鉄道でバス乗り場最寄りへ出るのが定石じゃ。現在時刻10時28分。1番線新宿方面の電車に乗るぞ。10時31分発方南町駅。エネリーより7分ビハインドでスタート。追撃開始じゃ。鉄道の小間荷で乗り換えより一撃で距離を稼げる。ここがわしの勝ち筋。エネリーよ、ホールで待っておるぞ。逆転劇見せてくれよ。大手町から16分北千住駅に到着しました。ここまでのタイムロスは最小。さあ次の乗り換えに急ぎます。千代田線ホームを抜けて目指すは東武鉄道のホーム。現在時刻は10時53分。良いタイミングで急行。久喜駅が来ます。これに乗り込みましょう。鋭い視聴者さんなら気づくはず。この車両見覚えありませんか？大手町から半蔵門線で来れば乗り換えゼロじゃって思いました。そのツッコミ大正解です。でもね、千代田線ルートの方は北千住に早く着くんです。10時55分北千住発車。ご乗車ありがとうございます。この電車は急行久喜行きです。荒川を渡り終えたら左へ大きくカーブ。すぐに JR 線をまたいで一気に北上です。16分乗車で丸の内線を降車。東京の地下をスイスイ走るのは実に快適じゃ。ここで改札を出る。鉄道はここまで。いよいよバスらの本領発揮じゃな。
目指すは移住出口。今日は熱中症アラート発動中。地下道を通れば直射日光を回避できて助かるわい。現在時刻10時56分。目指すはパスタ新宿。エメリーは今北千住を出発したところだって。これから一気に追い越すかの。これからパスタ新宿かラ高速バスの旅が始まる。バスの直行力の見せどころじゃ。乗り場フロア4階に到着。相変わらず人が多いのう。だが時刻表は我を待つ。まずはバスの切符を購入。もっと言うとこの発見機はいつも混雑しがち。ネット予約しておくのが吉じゃ。ご乗車ありがとうございました。まもなく春日部です。お出口は左側です。スタートから1時間7分。今列車は春日部駅手前を走行中です。ここまで乗り換えロスほぼゼロ。いいペース。次は久喜終点です。ただいま和戸駅を発車。この電車で途中停車はここが最後。終点です。お出口は右側です。見上げれば東北新幹線の高架橋をくぐります。これをくぐれば終点久喜駅はもうすぐ。お乗り換えです。ご乗車ありがとうございました。久喜終点です。お忘れ物ないようお気をつけください。11時38分久喜駅に到着。ここまで乗り換え含めてロスタイムなし。そして正面に止まっている電車へ即乗り換え。ホーム対面だからダッシュ不要。助かります。11時40分発普通館林駅で再スタート。ここからは東武佐野線との接続が勝負どころ。ちなみに久喜駅は JR 宇都宮線との連絡駅。最安にこだわらなければ東京駅久喜を JR だけで来る手もあります。11時58分羽生駅に到着。ここが埼玉県内最後の途中停車です。いよいよ県境を越え埼玉ラストスタート。まもなく利根川を渡って群馬県へ。ここで時刻はちょうど12時。東京駅を出て1時間40分。順調に北上。よし、切符確保。では時刻と乗り場を確認じゃ。最も早い便は11時20分発。現在11時5分。乗るのはマロニエ新宿7号。運行会社は安定の JR バスじゃな。乗り場は A2。出発10分前。好タイミング。見よ、すでに JR バスがスタンバイ。青いラインが勇ましいのう。では早速乗車じゃ。運転士殿、よろしく頼む。座席は4列スタンダードシート。リクライニングも十分でコンセント付きじゃ。11時20分バスタ新宿を出発。さあ、ここからがバス派の真骨頂じゃ。スタートから50分経過。バスは甲州街道を右折し新宿を後にするぞい。乗車から10分経過。現在地は西早稲田駅付近の明治通り。地下鉄副都心線と並走中じゃ。11時40分池袋駅前を通過。人も車も多いがペースは落ちておらん。11時54分 JR 王子駅前。実はこのバス王子駅前からも乗車可能。出発が王子近辺ならここから乗るのもあり。ちなみに今日はバスタ新宿発でも王子発でも同じ便なのじゃ。
11時58分。王子の次は即首都高へ合流。ここから高速区間一気に加速じゃ。エネディよ、ソチは久喜に着いた頃か。さてさて、どこで逆転しようかのちょうど残念。その頃久喜駅は越えてすでに私は群馬入りした頃でした。そしてもうすぐ終点館林駅です。群馬県館林駅に到着。ここで佐野線に乗り換え。現在時刻は12時7分。よし、ここまでは順調。ここからは佐野線に乗り換えていよいよ目的地佐野駅へ。乗り換えホームは1番線久寿方面と頭に叩き込みます。あれ、1番乗り場久寿方面の表示が薄い。お昼の運行1時間に1本。まさか。現時刻12時10分。次の列車は13時2分。痛恨の50分待ち。これがローカル線の罠。最安ルートで接続音はつきもの。仕方ない。アイスでも食べて体力温存しよう。川口ジャンクションを通過。首都高渋滞ゼロ。隊長会長。12時18分。浦和料金所。ここから東北自動車道の始まりじゃ。12時31分。スタートから丸2時間。現在地は久喜白岡ジャンクション。おや、エネリーが館林駅で接続待ち50分と嘆いておる。ふむふむ。これは形勢逆転かのう。12時48分。渡良瀬川を渡り、いよいよ栃木県じゃ。12時51分。佐野藤岡インターで高速区間終了。ここからは一般道で市街地へ降りる。左手に見えるのが佐野プレミアムアウトレット。買い物天国じゃが、今日はスルー。実はこのバスアウトレットにも停車する。買い物客にはありがたいのう。JR バスの車両群が見えてきた。終点はすぐそこ。はい、お待たせいたしました。佐野新都市バスターミナル到着です。お忘れ物、落とし物にご注意ください。12時59分。佐野新都市バスターミナルに到着。これにて長距離バスの旅は完了じゃ。乗車時間は1時間40分。新宿佐野、まずまずのタイムだろう。ではここから佐野駅へ向けて最後の陸路。1番乗り場が佐野駅方面。ちょうど路線バスが停車中。このタイミングはさすがわしとしか言いようがないの。待ち時間50分。ようやく佐野線が入線。お待たせしました。ローカル線の昼ダイヤは本数が少ないので下調べは必須です。次回の教訓。13時2分館林駅を出発。乗車から10分経過。渡良瀬川に差し掛かります。川を渡れば群馬栃木へ再突入。県境の風感じるわ。車窓右手は佐野市街地。そして JR 両毛線を越えれば間もなく佐野駅。目的地佐野駅に到着。お疲れ私。到着時刻は13時18分でした。
つまり東京駅10時22分スタート、佐野駅13時18分着、所要2時間56分、切り3時間切り。運賃は東京メトロの東京駅北千住に110円、東武鉄道は北千住佐野920円、合計1130円。1000円ちょいでここまで来られるのは強い。館林での50分接続待ちがなければさらに短縮できたはず。ローカル線の罠恐るべし。とはいえ鉄道最安値ルートはこういう結果になりました。さて BB 長老の高速バス組はいないということは7分アドバンテージで先行逃げ切り。やった。ここで乗り間違えたら致命傷じゃ。もう一度確認。よし、大丈夫じゃ。無事に出発。このバスは万葉ロマンバスという洒落た名がついとるそうな。市内循環タイプじゃ。右回り左回り合わせて約30分に1本。地方としては使いやすいの。乗車から10分、4モール佐野新都市を通過。平日なのに車がびっしり。4の集客力恐るべし。お、佐野線の踏切じゃ。エネリーはここは通り抜けたかの。おや、佐野厄除け大師の河原やね。関東厄除け三大師の一つ、ありがたい眺めじゃ。目的地佐野駅に到着。やれやれ長い旅路じゃった。現在時刻13時35分。わしのスタートは10時31分。所要3時間4分じゃった。そして財布をチェックじゃ。東京メトロ東京駅新宿3丁目210円。高速バスマロニ NO1600 円。万葉ロマンバス360円。合計2170円。そしてどうやらエネリーの方が先に着いたようじゃ。おう、エネリーよ、ここにいたか。待たせたな。ヤッホ、長老、無事到着だね。早速答え合わせしてみよう。まずは運賃。鉄道最安値ルートは1130円。高速バスルートは2170円じゃった。そして時間は鉄道最安値ルートは2時間56分。高速バスルートは3時間4分。鉄道最安値ルートの方が安くて早い。乾杯じゃのう。でも長老、マロニエ号には東京駅発もありますよね。それに乗れれば時間短縮の可能性はありますね。そうなんじゃが。平日の東京駅発は本数が少ない。そこが難点じゃな。ちなみに東京駅から佐野駅まで JR だけで来るプランもあって、運賃は1980円。乗り換えは一度だけのルートも存在します。では今回の動画はここで終わり。皆さんはどのルートを選びますか？ぜひコメントで教えてほしいの。